オリンピックの選手って何を食べてるのだろうと気になってたのだ。それ聞きたかった？ちょうどいいわ。2026年2月、ミラノ冬季五輪で面白い事件が起きたから。事件？何があったのだ？本場イタリアの地で、日本食のブースだけに世界中の選手が並んだの。イタリアといえばパスタやピザが本場なのだ。そう。その本場を差し置いて行列ができたのよ。宣伝なしで。宣伝なしで？どういうことなのだ？看板もポスターも何もない。口コミだけで広まったの。なんでそんなことが起きたのだ？今日はその謎を解き明かしてあげるわ。2026年のミラノ冬季オリンピックってどんな規模なのだ？92カ国から約1900人のアスリートが集まった。想像してみて。すごい人数なのだ。その全員が同じ選手村で寝て、同じ食堂で食事をするの。一緒に食事するのだ。メインダイニングは4500席。24時間営業で1日4万5000食提供されるわ。4万5000食なのだ。それだけで一つのレストランの年間分じゃないのだ。メニューの種類も600から700種類。それだけ選択肢があるの。600種類。迷ってしまうのだ。それだけの選択肢の中で、ある小さなブースだけに行列ができた。それが日本食ブースなのだ。そう。白いご飯と味噌汁と焼き魚と豚汁。それだけよ。地味すぎるのだ。なんで行列ができるのだ？人は体が正直なのよ。脳より先に胃が答えを知っているわ。ここで一人のスウェーデン選手の話をしましょうか。スウェーデン？どんな選手なのだ？クロスカントリースキーの選手、エリック。開幕3日前の話よ。試合の直前なのだ。エリックはイタリアに来たんだから本場のものを食べようと思ったの。そりゃそうなのだ。せっかくイタリアなのだ。だからカルボナーラを食べた。生クリームたっぷりの本格的なやつを。美味しそうなのだ。でも試合前日の朝、体が重かった。足が思うように動かなかったわ。試合前なのに大丈夫なのだ。胃がまだカルボナーラを消化しようとしていたの。クリームは重すぎた。試合前にそんなの食べたらダメなのだ。そこでチームメイトが日本のブースに行ってみろと言ったの。チームメイトが日本食を勧めたのだ。エリックは最初、半信半疑だったわ。白いご飯と魚だけでね。わかるのだ。地味すぎて信じられないのだ。でもロッカールームでそのブースの噂が広まっていたの。噂？どんな噂なのだ？あそこを食べてから調子が戻った体が落ち着くってね。口コミがロッカールームで広まったのだ。アスリートって体の変化に敏感じゃない？だから情報が広まるのも早い。確かにのだ。体感でわかるなら信じるのだ。エリックは試合当日の朝、日本食ブースに行ったの。どうだったのだ？白ご飯と味噌汁と焼き鮭、それだけを食べたわ。シンプルすぎるのだ。結果は？その試合でエリックは自己ベストを更新したの。自己ベスト更新なのだ。食事が変わっただけよ。それだけで体が変わった。日本食ってそんなにすごいのだ。エリックは試合後、チームメイトに言ったのよ。毎日これを食べるって。一人から広まったのだ。試合前は日本食がスウェーデンチームの常識になったわ。すごいのだ。でも日本食ブースはどうやってできたのだ？ここは本当に面白いところなの。準備の話をしましょうか。聞きたいのだ。JOC と味の素が協力して、約6トンの食材と調理器具をミラノへ持ち込んだの。6トン？どんだけ大量なのだ？白米に始まり、味噌、醤油、だし、調理器具まで全部ね。全部日本から持って行ったのだ。イタリアのスーパーで買えるものじゃないから、本物の味でなければ意味がない。確かにのだ。本物にこだわるのがすごいのだ。そしてメニューが面白いのよ。勝ち飯プレートと呼ばれるものがあるの。勝ち飯？名前からして強そうなのだ。ミシュランのシェフとオリンピックの元選手が共同開発したメニューなの。ミシュランのシェフ？本格的すぎるのだ。豚汁、白米、ぶり大根、焼き魚、栄養バランスを極限まで計算したわ。アスリートの体に合わせた設計なのだ。さらに監修をしたのが荒川さん。フィギュアスケートの元オリンピック選手よ。選手が監修してるから信頼できるのだ。体を動かす前の食事がどれだけ大事か、自分の経験で知っていると言ったわ。説得力があるのだ。そしてこのブース、宣伝を一切しなかったの。宣伝なし？今時信じられないのだ。看板もポスターもソーシャルネットワーキングサービスの告知も何もない。それで行列ができたのだ。口コミだけよ。体感した選手が次の選手に伝えた。それって最強の宣伝なのだ。アメリカ、ドイツ、フランス、スウェーデンの選手たちが並んでいたわ。多国籍すぎるのだ。本場イタリアで、イタリア料理を差し置いて日本食に行列ができた。その事実がすごすぎるのだ。ドイツ代表の選手が初めて日本食ブースに来た時の話、聞く？聞きたいのだ。これが食事か？って最初は疑ったらしいの。白いご飯だけを見て。気持ちはわかるのだ。見た目が地味すぎるのだ。でも豚汁を一口飲んだ瞬間に表情が変わったわ。どんな表情に変わったのだ？なんだこれ、
体の中から温まるって言葉が出たの。体の中から温まる。それが出汁の力なのだ。そう、出汁の旨味って胃に優しくて体が落ち着くのよ。フランスの選手はどうだったのだ？フランス人にとってはライバルよ。料理大国のプライドがあるから。フランス料理も世界一なのだ。でも試合前の体への負担を考えたら、あっさりした日本食の方が合っていた。競技前は胃に優しい方がいいのだ。フランスの選手が言ったのよ。これは料理ではなくて医療だって。医療、すごい言葉なのだ。食べ物が薬になるという考え方は日本の食文化の根本にあるわ。医食同源という言葉があるのだ。まさにそれを体で実感した選手たちが口コミで広めていったの。アメリカ代表も面白かったわ。アメリカは何があったのだ？選手村に来て一番良かったものは日本食ってアメリカの選手が言ったの。観光でも施設でもなくて食事なのだ。写真を撮って家族に送ったらそれどこのレストラン？って聞かれたらしいわ。選手村のブースがレストランに見えたのだ。笑えるのだ。試合前は日本食が選手村の合言葉になったのよ。合言葉？それってすごすぎるのだ。でも、なんで日本食がそんなに体に合うのだ？いくつか理由があるわ。まず消化の負担が圧倒的に少ない。消化の負担？クリームやバターを多用する料理は消化に時間がかかるの。試合中に胃が動き続ける。胃が消化してる間は体のエネルギーが胃に取られるのだ。その通り、白米と出汁は消化が早い。体がすぐにエネルギーを使えるの。なるほどなのだ。理にかなってるのだ。それから旨味の力よ。出汁の旨味は体をリラックスさせる効果があるわ。旨味にそんな効果があるのだ。緊張した体が落ち着く。試合前のメンタルにも影響するの。精神面にも効くのだ。すごすぎるのだ。そして塩分と水分のバランス。味噌汁一杯で絶妙に整うのよ。運動をする前に塩分補給って大事なのだ。市販のスポーツ飲料より自然な塩分補給ができるわ。済んだもん。日本食の設計が天才的すぎると思うのだ。何百年もかけて体に合う食事を積み重ねてきた結果ね。偶然じゃないわ。先人たちの知恵が詰まってるのだ。準備の大変さも話しておきましょうか。6トンって運ぶのも大変なのだ。出汁の材料だけで何十キロもの鰹節と昆布を用意したわ。本格的すぎるのだ。炊飯器も業務用を何台もミラノまで持って行ったの。炊飯器をイタリアまで。コンセントは大丈夫なのだ。変換アダプターも全部用意して、現地でも日本と同じ味を再現したわ。細かいところまで徹底してるのだ。本物でなければ意味がないという哲学が根底にあるの。手を抜かないのが日本人なのだ。最終的に試合前は日本食が選手村の常識になったわ。宣伝ゼロでそこまでなったのだ。それが本物の証明よ。宣伝が必要なものは体が本当に求めているものじゃない。深い言葉なのだ。世界中のアスリートが体で感じた答えが日本食だったというだけの話。シンプルだけどそれが一番強い証明なのだ。92カ国、約1900人のアスリートが集まる場所で日本食だけが行列を作った。これってとんでもない事実なのだ。ミラノの本場イタリアの地でイタリア料理が負けたわけじゃない。どういうことなのだ？試合前のアスリートの体が求めるものとして日本食が選ばれたの。用途が違うのだ。日常の美食と競技前の食事は違うのだ。そういうこと。日本食は体が喜ぶ食事として世界に証明されたわ。この動画を見て日本食を誇りに思ったのだ。当然よ。何百年もの知恵が詰まっているんだから。ミラノ五輪でこんな事件が起きてたのだ。知らなかったのだ。宣伝ゼロで世界を動かした日本食の底力。私は好きよ。この話。ずんだもんも大好きなのだ。こういう話をもっと知りたい人はチャンネル登録しておいてね。ぞっこん日本のチャンネル登録をよろしくなのだ。次回もまた世界が驚いた日本の話を持ってくるわ。楽しみにしてるのだ。またね。